どうしたよアルミ。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界の本だって？それっていけないものなんだろ？行くぞフェイ。でもお母さんが壁から出たらダメだって。カルラ、人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよ。外の世界か。あの幼き日、私はこの世の真実と向かい合った。駆逐してやる。この世から一匹残らず。ただいまより第104期訓練兵団の入団式を行う。とう、貴様は何しにここに来た？人類を救うためです。ああ、俺はなる。お前は父親が願ったように自らの命を燃やし壁の外で燃え尽きるのだ。俺はならなきゃいけないんだ。みんなの希望に。あれは自由も翼。どうしてお前が調査兵になったか俺にはわかる気がするよ。俺らはゴミための中で生きるしかなかった。その日を生きるのに精一杯で、世界はどうやら広いらしいと知った日はそりゃ深く傷ついたもんだ。調査兵団を失うと人類の矛を失うことを意味します。迫り来る敵から身を守るのは盾ではなく、脅威を排除する矛です。当然兵士である以上死は覚悟の上だ。だがな、彼らは物言わぬ駒じゃない。みんな血の通った人間だ。そんな彼らの多くが今日あんたのために死ぬことになる。あんたには彼らの死を犬死ににさせてはいけない責任がある。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者、哀れな死者、思うことができるのはごめんなさい。聖者である我々だ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。地下室にあったものは何だ？希望だったのか、それとも絶望か。敵は果てしなく強大だった。このまま何も変わらなければまたあの惨状が繰り返される。どうすればいい？我々壁内人類は未だ極めて危険な状態にあります。敵が巨人という化け物だけであればどんなに良かったことでしょうか。しかし我々が相手にしていた敵の正体は人であり文明であり。君には何が見える？敵は何だと思う？言うなればそりゃ言っちまえば世界です。お前らエルディア人をこの世から一匹残らず駆逐する。これは全人類の願いなんだよ。それにいろんな奴らがいて、こんな奴らがいるなんて知らずにいれば。そこに俺たちもいた。俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。そこにいた日々はまさに地獄だった。いろんな奴らって何？悪い奴らでしょ。こちらの意図も計らず勝手に悪魔だって決めつけて、どうしてみんなが平和になる道を考えられないんだ。それはわからないからだと思う。私たちが何者かわからないから恐れている。私たちが巨人を恐れ憎み、どうかこの世から消えてなくなれと願ったのと同じように、世界中の人々が我々を人ではなく有害な化け物とみなした。世界から見れば俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろう。その結果、あの地獄が繰り返されるのだとしたら。最初からこの世界は地獄だ。この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。俺たちは選ばれし神の子、ユミルの民だ。誰かがそれを真実だと言えばな。俺たちにはあの悪魔が必要だ。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。逃がすな。殲滅しろ。死ぬな。生き延びろ。心臓を捧げよう。死してよ。
この島を、俺たちの国を。世界を滅ぼす全ての敵をこの世から一匹残らず駆逐する。もしかしたら別の道があったんじゃないかって、そればかり考えてしまう。なんだよ、なんでそんなに急ぐんだよ。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。この世界はそう遠くない未来、必ず滅ぶ。そのわずかな人類の黄昏に私は楽園を築き上げたいのだ。お前は暴力を信じているな。こうなって当然だ。それは避けがたいこの世の真実だろう。人から暴力を奪うことはできない。憎しみによる報復の連鎖を完全に終結させる唯一の方法は、憎しみの歴史を文明ごとこの世から葬り去ることだ。ずっと同じことを、次はお前がならず者をやる番だ。ずっと同じことを繰り返してる。やめてくれ。人類が一人以下までになる人同士の争いは不可能になります。お前の手はもう汚れちまったんだ。以前のお前には戻れねえよ。新しい自分を受け入れろ。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの。あなたは民間人を殺した。子供も殺した。僕らはもういい人じゃないよ。俺はここに来て毎日思う。なんでこんなことになったんだろうって。どうしてこんな茶番になると思う？なんで、どうしてこうなるの？俺たちが見てた希望ってのは一体何だったんだ。あの死闘の結果がこの茶番だと。それが人の本質だからでは。こんなことになるなんて知っていれば、俺たち使い捨ての刃じゃないぞ。誰も戦場なんか行かないだろう。でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃない。他人や環境に強制されて仕方なくだ。なぜ赤く、お前は何のために戦っている。何のために。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。その地獄の先にある何かを見ている。それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れたものだ。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。これが自由だ。それは進み続けた者にしかわからない。しかし字の読み書きを覚え、母の真似事で本を読み出したとき、私は自分が孤独であることを知りました。どの本にも親は子供に関心を示し、話しかけたり抱いたり叱ったりするものとして書かれていたのです。ジーク、お前ならできる。父さんと母さんの子供なんだからな。私にはそのどれも経験のないことでした。しかし私は知っていたはずだ。親が子を自らの思想に染め上げる罪深さを。せめて子供たちはこの森から出してやらんといかん。そうやないとまた同じところをぐるぐる回るだけやろ。ごめん。だから過去の罪や憎しみを背負うのは我々大人の責任や。血に濡れた愚かな歴史を忘れることなく後世に伝える責任はある。愚かな行いから目をそらし続ける限り地獄は終わらない。じゃあどうすればいいの？森から出るんだ。出られなくても出ようとし続けるんだ。
今からでも遅くないよ。これだけしのぎを削り殺し合った者同士が少なくとも今は殺し合わずに言葉を交わしてる。誰が想像できただろうか。みんなが力を合わせればきっと成功しますよ。私たちが火を囲んで食事するなんて。俺たちは同じだライナー。裏切り者なんでだよ。お前らは今まで何考えてたんだ。俺たちは仲間じゃないのかよ。お前を責める資格なんてなかったんだ。俺は人を救うため人殺しになった。それはマガトも分かっていた。だが彼は命を賭して私たちを先へ進めた。それはレベリオやマーレのためじゃない。名も知らぬ人々を一人でも多く救えと私たちに託すためだ。俺お前に助けられてばっかだな。そういや兄にも命張って助けられたよな。いつか借りを返さねえと。コニー。今だじゃあ。まだ勝てると思うか。来い。私は強い。でもせめて死ぬところまであがいてみようぜ。進む。心臓を捧げよう。俺たちは往生際の悪い調査兵団だからな。あがなうことができなくてもとにかくやるしかねえよな。やるよこれ。あったかいだろ。壁の中で人を愛せ。それができなければ繰り返すだけだ。エレン、ミカサを連れて逃げなさい。俺が見てきた奴らみんなそうだった。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。アルミン、お前が言った通り俺は自由の奴隷だ。その日は風がぬるくて枯れ葉がたくさん舞った。その時僕はなぜかこう思った。ここで3人でかけっこをするために生まれてきたんじゃないか。何の意味もない。でも確かに俺はずっとキャッチボールをしているだけでよかったよ。お前は楽しそうに夢を見てるのに俺には何もなかった。そこで初めて知ったんだ。俺は不自由なんだって。広い世界の小さなカゴでわけのわかんねえ奴らから自由を奪われてる。それが分かった時許せないと思った。ああ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。俺は文字通り壁外人類の根絶を完遂しようとしてお前たちに阻止される。なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ。僕らを置いて。きっとそういう星の下に生まれついたんだよエレンは。頼めよミクさん、忘れてくれ。私はただそばにいるだけでいいのに。いってらっしゃいエレン。ありがとうエレン。僕に壁の向こう側をこの景色を見せてくれて。これは僕たちがやったことだ。だからこれからはずっと一緒だね。これからどこで。あればだけど地獄で8割の人類を殺した罪を受けて苦しむんだ2人で。巨人がいなくなっても争いはなくならない。きっとこの結果はエレンだけの選択ではありません。私たちの選択がもたらした結果がこの世界なのです。これが結末らしい。お前らが捧げた心臓の。調査兵団は夢見がちで諦めの悪い連中だから、とりあえず
まだ殺されないぞ。パラディ島のみんなは知りたいはずだから、僕たちの物語を。散々殺し合った者同士がどうしてパラディ島に現れ平和を訴えるのか、僕たちが見てきた物語、その全てを話そう。この世界は残酷だ。そしてそんなもん何度でも巻いてやる。とても美しい。